三尊逆三尊が形成されるについても注目することで、より精度の高い三尊逆三尊を見分けることにもつながります。はい、皆さんこんにちは。今回の動画のテーマは、三尊逆三尊の精度を高める見分け方。三尊逆三尊は多くの方が知っているであろうチャートパターンですが、実際にトレードしようと思うと、騙しにあったり、三尊逆三尊の見つけ方に今一つ自信がないなど、なかなかうまくいかないという人もいるかと思います。そこで今回の動画では、三尊と逆三尊の投資家心理をはじめ、三尊逆三尊を見分けるときのポイントについて解説をします。投資家心理を知ることで、三尊と逆三尊がトレンド転換につながるメカニズムが理解できるほか、精度の高い三尊を見分けやすくもなりますので、ぜひ動画の内容を参考にしてください。それではまずは三尊逆三尊の基本のおさらいから始めていきたいと思いますが、三尊と逆三尊はトレンド転換を示唆するチャートパターンです。英語ではそれぞれヘッド&ショルダー、リバースヘッド&ショルダーとも呼ばれます。そして三尊の場合はここの安値2点ですね。これらを結んだラインをネックラインというふうに呼びますが、このネックラインを割ったところからの戻りを狙うというのが基本的なトレード方法です。これについてはご存知の方は多いと思います。では三尊逆三尊がなぜ形成されるのか、また三尊逆三尊が発生した時の投資家心理はどのようなものなのか、ここに焦点を当てて解説していきたいと思います。ここでは三尊を例にとって説明したいと思いますが、三尊というのは冒頭でもお伝えした通り、トレンド転換時に発生するチャートパターンです。ということは当たり前のことですが、三尊が発生する前というのはトレンドが発生しているわけです。このように高値安値切り上げる上昇トレンドが発生しているので、下がったところというのは押し目買いが入りやすいことになります。例えば高値を更新して仮にその起点の安値まで下がってくると、高値更新した起点の安値だということで押し目買いが入りやすい状況にあるというふうに言うことができます。ちなみにここの安値のことを押し安値というふうに言いますね。押し安値についてちょっとまだわからないなという方はですね、こちらの動画で詳しく解説していますので、今回の動画と合わせて参照してみてください。さて、三尊ができたら売りをイメージする人は当然多いと思いますが、ここでは反対に買い手になったつもりで考えてみたいと思います。例えば皆さんがここの安値から買ったと仮定して考えてみてください。ここで買った皆さんは何を期待して買うでしょうか？先ほどもお話しした通り、ここは上昇トレンドの押し目なわけですから、当然ここの高値、直近の一つ前の高値を超えていくことを期待しますよね。ブレイクまでは至らなかったとしても、最低限この直近の高値付近まで伸びていくことを期待するんではないでしょうか。上昇トレンドが発生しているんです。で、押し目買いをするときというのは、今お伝えしたように直近の高値を超えていくことを期待して買っているはずです。ただその後上昇の勢いが失速してくると、例えばこの辺りですね、なかなか上がっていかないということで不安になってきます。特にですね、この辺りに上位足のレジスタンスラインなんかが控えていると、より一層不安になると思います。もしかしてこの直近の高値更新というのはブルトラップだったんじゃないか、なんて思うかもしれません。あれなんかおかしいなと思っているうちに、このネックラインを割ってくると、ここで立てたロングポジションが含み損になるわけなので、手仕舞いを検討し始めるわけです。で、どこで手仕舞いするかというと、ネックラインを割ってすぐに手仕舞いする人もいますし、損切り位置をですね、もう少し下、例えばこの安値の下なんかに置いている人なんかは、価格がこのように戻ってきたところで手仕舞いする人もいます。ですので、三尊のネックラインを割ると、こういうところで買った人に痛みが生まれることになりますので、下がりやすくなるということです。で、終わってみれば僕らがよく知っている三尊というチャートパターンが形成されているということになります。これが三尊が形成される裏側の市場心理ということになります。逆三尊の場合はこれと逆なだけですので、ぜひ同じようにして考えてみてください。それではここからは今回の動画の本題である精度の高い三尊と逆三尊の見分け方について解説をしていきたいと思います。ポイントは2つ、形成される場所と形状です。まず1つ目の三尊逆三尊が形成される場所についてなんですが、こちらの図を見てください。両方とも三尊なんですが、両者の環境がこのように違っていた場合はどうでしょうか？左は上位足が上昇トレンドの途中の山でできた三尊。右は上位足が下降トレンドにある中の戻り目の山でできた三尊です。この時点で気づいた方もいるかもしれませんが、その方はすでに1つ目のポイントはクリアできていると思います。これはもちろん右側の方が三尊形成から大きな値幅を伴って下がっていく可能性は高いわけです。左の三尊についても、このようにネックラインを割ってくれば下がる可能性はありますが、そもそも上位足では上昇トレンドが継続しているわけですから、下がったところというのは上位足レベルでまだまだ押し目買いが入る可能性があるということになります。一方の右側は上位足で下降トレンドが発生中です。下降トレンドにおける戻り目というのは、下位足で見ると上昇トレンドが発生していることはよくあります。
ですので、この上位足の下降トレンドの中の戻り目の部分でトレンド転換を示唆する3ゾンが出たということは、この戻り目の部分で発生していた買い足レベルの上昇トレンドが終了して、上位足の下降トレンドが再び再開する確率が高まってきます。そうすると、上位足の下降トレンドに沿って、今度はこの直近の安値をブレイクする可能性が出てくるので、右側の3ゾンは場合によってはかなり大きな下落幅が見込めるということになります。はい。それではここまでのお話をチャートを使って見ていきたいと思います。今表示しているチャートはドル円の4時間足、2023年4月付近の様子を表示しています。ここの部分に注目をしてください。ここの部分で3ゾンができていることがわかると思います。買い足である1時間足の方に切り替えるとわかりやすいと思いますので、一旦1時間足に切り替えたいと思います。はい。1時間足で見るとこのような形です。この今緑の背景がついた部分で3ゾンができているということがわかると思います。そしてここのネックラインの部分を大陰線を伴ってブレイクしてきたという形です。再び4時間足に戻ってきましたので、この後の動きを見ていきたいと思います。ちょうどこの3ゾンのネックラインを割った部分の動きというのが4時間足レベルでも大陰線になっているという状況です。このように3ゾンのネックラインを割って少し戻したところからですね、もう一回陰線が出始めるんですけども、今度は一気に反転するという形になりました。そしてこの反転の動きによって3ゾンの真ん中の山の高値が上に抜き返されたことになります。ではここの部分というのが上位足である日足から見るとどういった部分になるのかというところを確認していきたいと思います。はい、今、日足の方に切り替えました。ここの赤のボックスで示した部分というのが、先ほど4時間足で見た3ゾンが発生していた部分です。で、当時のドル円の日足の状況っていうのを振り返ってみたいと思うんですけども、当時のドル円というのはですね、この152円の少し手前の部分から、日本政府の円買い介入ということもあって、このように大きな下落の動きが出た場面でした。そしてこの一旦128円付近まで下がった後に、そこから反発しています。で、ここの反発の動きによって、当時こちらに控えていた、このスイングハイの部分ですね。ここが当時の日足の戻り高値だったわけなんですけども、ここをブレイクすることで日足が上目線に転換しています。ですのでそこから下がってきた部分というのは、日足が下降トレンドから上昇トレンドに転換していくということを期待して、このあたりというのは日足レベルで買いが入りやすいポイントだったというふうに見ることができます。で、さらにここの反発の部分の動きを細かく見ていくと、このように高値と安値を切り上げる上昇トレンドが発生しています。もう一度4時間足の方に戻ってきました。ここの赤の丸で示した部分が先ほど4時間足で確認した3ゾーンの部分になります。少しチャートをですね、引きで眺めてみますと、このような形になります。この黒の折れ線で示した部分というのが先ほど日足チャートで見た日足の上昇トレンドの流れです。このようにしてみると、ここの4時間足の3ゾーンを形成して下がってきたところというのは、この日足の上昇トレンドの押し目の水準にあるということがわかると思います。加えてここの安値の部分に注目してもらうと、ここの安値というのは、今ちょうど赤の水平線で示したところですが、ここは日足の押し安値に該当する部分です。はい、もう一回日足の方に切り替えてみると、再び日足を表示していますが、ここの赤の水平線の部分ですね。ここの安値というのが、ここの戻り高値をブレイクした起点の安値になってますので、ここが当時の日足の押し安値だったということになります。もう一度4時間足の方に切り替えました。改めてですね、この4時間足の3ゾンができた場所というのを振り返ってみると、まず一つ目ですね、上位足である日足はすでに上目線転換していた。そして直下にこの日足の押し安値が控えていたという場所であるということ。はい。で、押し安値の近くまで価格が戻ってくると、再び反発の動きが出やすいというのは、過去に投稿したこちらの動画の方で解説をしていますので、そのあたりを詳しく聞きたいという方は、こちらの動画についても参照してみてください。はい。それから2つ目のポイントですね。すでに日足では上昇トレンドが発生している中で、この4時間足の3ゾンを形成して下がってきたところというのは、上位足である日足レベルの押し目買いの水準だったということができると思います。はい。今度は逆の場合、逆三ゾンができる場合について見ていきたいと思います。ここの部分に注目をしてください。先ほど見た三ゾンの少し手前の位置になりますが、こういうような逆三ゾンができていることがわかると思います。はい。そしてこのネックラインをブレイクして上がったところで3ゾンを築いて1回下げてくるんですが、この逆3ゾンの右肩部分にあるスイングローはブレイクすることなく、そこから反発しているということがわかると思います。そしてこの逆3ゾンができた場所についてはもう説明不要かと思います。この日足の押し安値のラインと重なる位置、加えてこの日足の上昇トレンドが発生している中での押し目水準での逆三ゾンということで、先ほど一つ目で見た例の三ゾンとこちらの逆三ゾン、どちらが大きな値幅を生み出す可能性が高いといえば、もうここまで動画を見てくださった方であればお分かりだと思います。はい。それからもう一回り大きい視点で眺めてみると、こういうような逆三ゾンもできているということがわかると思います。
ちょうどここの部分がネックラインということになります。そしてこの一回り大きい逆三尊のネックラインをブレイクして、そこから一旦押し目を形成したところから、このように伸びていったという形になってます。で、せっかくですので、今回の動画の本題とは外れてしまうんですが、フラクタルという点についても説明をしていきたいと思います。今描いたこの大きい逆三尊に注目をしてください。この真ん中の部分は先ほど2つ目の例で紹介したように、小さな逆三尊ができている形となっています。ここの大きい逆三尊の左肩の部分と、右肩の部分に注目をしてください。ここの部分をさらに下位足である1時間足で見ていきたいと思います。はい、今1時間足の方に切り替えました。この黒の折れ線で表しているのが先ほど4時間足で見た大きな逆三尊を表します。はい、そしてこの逆三尊の左肩の部分に注目をしてください。左肩の部分にもこのようにこの青の折れ線で書いたところですね。そしてこの大きな逆三尊の右肩の部分に注目してください。ここにもですね、はい、このようなワンサイズ小さい逆三尊ができていることがわかると思います。このような形のことをフラクタルというふうに呼びます。フラクタルというのは全体の形と部分の形が同じになる形状のことを言います。全体の形というのは今回の場合は先ほど4時間足で見たこの大きい逆三尊のことです。そして部分というのはこの大きい逆三尊の一つ一つの谷にこのような一回り小さいサイズの逆三尊ができているということになります。三尊逆三尊ができるときというのは、このように三尊逆三尊の一つ一つの山、一つ一つの谷の部分にワンサイズ小さい三尊または逆三尊ができることというのはよくありますので、これもですね、値動きの特徴として覚えておくと良いと思います。で、このようなフラクタル構造というのが分かっていると、例えばこの青の逆三尊とこの緑の逆三尊のように、逆三尊がですね、隣り合ってできたような時には、この辺りに同じぐらいのサイズの逆三尊を形成して、今この黒の折れ線で書いたような大きい逆三尊を形成するかもしれないというような値動きの軌道を予測することができるようになります。で、そういった予測というのはそのままトレードのシナリオにもなりますので、こういったフラクタル構造を知っておくといろんな場面で活用ができるようになるのでおすすめです。精度の高い三尊逆三尊の見分け方のポイントの2つ目は、三尊逆三尊の形状です。今回も三尊を例にとって説明していきたいと思います。今、スライドの左右に異なる形状の三尊を描いています。まず右側の方から見ていきたいと思いますが、ここの安値に注目をしてください。ここの安値というのは、先ほど動画の前半のチャート解説の中でもお伝えした通り、上昇トレンドにおいて最後の高値更新の起点となった押し安値です。ここがブレイクされたということで、このてっぺんの高値からの売りの強さが示唆される局面でもあります。また押し安値がブレイクされたということで、この手前の上昇トレンドが一旦終了になったということに加えて、最後の高値更新の動きとなったここの部分で買いとして参入してきた勢力の中には、すでに含み損になっている勢力も出てきています。ということで、このように戻しを形成してきたポイントというのは、この上昇トレンドが一旦終わったということを見越して、新規で売りで参入してくる勢力や、最後の高値更新の動きの部分で買いとして参入していた勢力の含み損の解消という点も相まって、この戻しを形成したポイントというのは、売りが仕掛けやすいエリアということができます。一方の左側の三尊というのは、まだこちらの押し安値をブレイクされていないので、この右肩のあたりから再び上がって高値更新していく可能性は十分考えられる形です。特にここの押し安値が上位足の押し安値と重なっている場合などは、上位足レベルでこういったところから買いが入ってくる可能性が高いですので、そうすると三尊の真ん中の高値をブレイクしていくということもあり得ます。三尊否定と呼ばれる形ですが、三尊否定というのは三尊になることを見越して、このあたりですね、この右肩のあたりから早仕掛けで売っている人の損切りというのを巻き込んでいきますので、大きく上昇していくことになりやすいです。三尊の右肩の部分から早めに売りを仕掛けたいという場合に関しては、この右側の押し安値ブレイク型の方が狙いやすいということになります。左側の形状の三尊に関しては動画の冒頭でも説明した通り、ネックラインを割った後の方が角度は高いということができるでしょう。それではこの点についてもチャートを使って見ていきたいと思います。先ほど2つ目の例と同じドル円のチャートを表示している状態です。実は1つ前の例で紹介したこの大きい逆三尊、この赤の逆三尊の部分ですね。これが戻り高値ブレイク型の逆三尊になります。先ほど考え方のところで説明したのは押し安値ブレイク型の三尊ですが、逆三尊の場合は逆です。戻り高値ブレイク型の逆三尊となります。チャートの左側、この緑のボックスの部分ですが、これは先ほどのチャート解説でもお伝えした通り、日足を上目線に転換させる動きが発生した部分です。この部分では日足が上昇トレンドになっています。そしてこの赤のボックスの部分ですが、ここは日足で押し目を形成する部分です。4時間足で見ると下降トレンドになっています。
そしてこの青のボックスで囲った部分で逆三尊が出現したということになるんですが、これはつまり日足の押し目形成での逆三尊が発生したということで、この赤のボックス部分で示した4時間足の下降トレンドが終了したということを示唆します。で、それはつまりどういうことかというと、この日足の上昇トレンドがスタートするということを示唆するということにもなります。はい。で、今回出現した逆三尊の形を見てみると、この戻り高値ブレイク型の逆三尊ということになりますので、つまりこの4時間足の下降トレンドの終盤部分ですね、特にこの戻り高値より下の部分で売り手として参加している勢力の中に含み損を抱える勢力が出てきたということになりますので、このように戻り高値をブレイクした後の押し目を形成した場面というのは、そういった勢力の手仕舞い、つまり買い注文ですので、上方向の圧力が発生しやすい状況ということができます。はい。ですので、4時間足の下降トレンドから4時間足の上昇トレンドに転換して、それが結果として日足の上昇トレンドにつながりやすいという形だというふうに見ることができるわけです。このようにですね、先ほどお伝えした三尊逆三尊の見分け方の一つ目、三尊逆三尊が形成される場所と合わせて三尊逆三尊の形状についても注目することで、より精度の高い三尊逆三尊を見分けることにもつながりますので、ぜひ今回紹介したポイントを意識してみてください。はい。ということで、今回は精度の高い三尊逆三尊の見分け方というテーマでお話をしてきました。ここまで動画をご覧いただいた方であれば、環境認識がいかに大切かということが分かっていただけたのではないかなと思います。三尊逆三尊をはじめ、チャートパターンというのはよく出るチャートの形を表しただけのものですので、それがどういう相場環境の中で発生したのか、きちんと文脈を見て、ストーリーを持って判断するということが大切です。普段僕、チャート読解っていうふうに言ったりするんですが、チャートを読むっていうことは、文章を読むことであったりとか、ある人の発言がどういう状況の中で発せられたのかを理解するっていう行為に似てるなっていうふうに感じることがあります。今回の動画の内容を参考にして、ぜひ皆さんの過去のトレードも見直してみてください。それから今回は三尊逆三尊の投資家心理に焦点を絞って解説をしてきましたが、同じように投資家の心理を解説したものの中にレンジ相場、三角持ち合いについて解説したものがありますので、これらの動画も参考にしてみてください。最後になりますが、今回の動画参考になったという方は高評価をいただけると次回以降の動画作成の参考になります。それでは今回の動画は以上で終了です。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。